この映像はアメリカカリフォルニア州で18歳の少女が自動車事故を起こす瞬間を捉えたものです。血まみれで横たわる少女に向かい必死で呼びかけているのは彼女の姉のオブドゥリア・サンチェス。車が横転した勢いで窓から投げ出され頭部に深刻な外傷を負った妹にもはや助かる見込みはありませんでした。問題はなぜこれほど緊急を要する瞬間の記録が個人的な動画として残されているのかということ。それはオブドゥリアが妹が息を引き取ったその瞬間を7000人のフォロワーに向け生配信していたから。妹の死の瞬間を7000人に向け生配信した少女。彼女はなぜ妹の無残な姿を大衆にさらそうと思ったのか。人々が軽蔑したその少女の行動の理由は妹を誰よりも愛していたからだったんです。おさすけちゃんです。ヤミヤミコンです。ということでね、メトラーの皆さんね、お気づきでしょうか。先週の土曜日にね、イベントやったんですけど、アルゴで。渋谷のプレジャーさんって映画館をね、貸し切ってね、イベントやったんですけど、そこでね、初披露した新衣装でございます。はい。こんな感じでね。はい。ヤミゴさんもね、着物初っていう。僕はちょっと着物似てるんですけど、新調させていただきました。これをね、イベントで初お披露目させていただいたってことで、今後のね、アルゴメトリーはこの新衣装でね、いければと思うので、引き続きね、応援いただけますと。よろしくお願いしますどす。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で起こった自動車事故について。この事故はね、かなり珍しい注目のされ方をしたんですよ。なんでかっていうと、事故を起こした本人が一緒に乗ってた人が亡くなってるのに、それをなぜか生配信してたっていう、なんでっていう思うような事件なんですよ。今聞いた限りではめちゃくちゃ不謹慎じゃない、その現場がバズるとでも思って配信してるっていうの、最初はね、僕もそう思ったんですけど、実はね、この配信をね、始めた少女っていうのは、目立ちたいとかバズりたいっていう、そういう気持ちで始めたものではなかったんです。少女の悲痛な通報からね、幕を開けるこのお話なんですけれども、皆さんは少女がね、一体なぜね、そのような生配信をしたのか予想しながら見ていただければと思います。突然の別れ。2017年7月21日、アメリカカリフォルニア州夕方6時40分を回った頃、緊急電話番号911に1本の通報が入りました。Hello? Can you come pick up my sister? We're dead. I'm located. I just know this is gonna die if you don't come up. Where are you? I don't care where I'm at. Well, then how do you expect me to find you? I don't know. You're the government. You should know how to find me. 交通事故を起こし、一緒に乗っていた妹が重体だと訴える少女。彼女はひどく混乱している様子で、オペレーターに自分たちの居場所を伝えることができませんでした。一方、少女からの通報の少し後に、事故を目撃していた通行人から通報が入り、警察は少女たちの居場所を特定。現場へ駆けつけると、そこには血まみれになった妹の隣で泣き叫ぶ少女の姿が。動かなくなった妹の隣で声を張り上げていたその少女はスペイン移民のオブドゥリア・サンチェス。彼女はその日カリフォルニア中部のフレズノから自宅があるストックトンへ帰る途中で事故を起こしました。オブドゥリアが運転していた車は車道をそれ、フェンスを突き破って道路脇の畑に横転。後部座席に座っていた14歳の妹ジャクリーンはシートベルトをしていなかったため窓から放り出され、頭部に深刻な外傷を負って亡くなってしまったんです。警察が遺体の処理を進めようとする中、姉のオブドゥリアは何度もこう訴えていました。まだ助かるかもしれないから救急車を呼んで。自分が起こした事故で妹が亡くなっちゃうなんてさ、受け入れたくないわよね、その事態を。この映像だけだとね、かわいそうにも思えるんですけど、この事故はね、決して不慮の事故ではなかったんです。事故現場にいたオブドゥリアは駆けつけた警察にそのまま逮捕されることに。それは彼女が酒気帯び運転をしていたから。
飲酒運転の検査の結果、オブドゥリアの血中アルコール濃度は 0.1%。彼女はアメリカの法定限度の 0.08% を大きく超える量の飲酒をした状態で運転をしていたんです。実はね、アメリカの酒気帯び運転の基準っていうのは、ここ日本とは大きく異なり、実はそれがね、アメリカで飲酒運転の事故が多発する理由とも言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの酒気帯び運転について。アメリカの酒気帯び運転の基準は、血中アルコール濃度 0.08% 以上。これは体重55キロの女性でビール2缶以上飲んだ程度の量で、日本の基準に比べるとかなり緩く感じます。そのせいもあってか、アメリカの飲酒運転による死亡者数は年間1万人以上。人口の違いがあるとはいえ、飲酒運転の死亡事故が年間100件の日本と比べると相当に多いことがわかります。ちなみにアメリカでは18歳から成人として扱われますが、飲酒による犯罪や飲酒運転の抑制のため、飲酒可能な年齢は21歳からとされています。この年齢制限はその他の国より厳しく、酒気帯び運転の基準が緩いからといって飲酒自体に寛容なわけではないんです。オブドゥリアって18歳だったわよね。お酒飲んでもいい年齢でもないし、飲酒運転だしもうめちゃくちゃじゃないこの子。そしてね、彼女の行動の中でも世間からね、最も咎められたっていうのは、妹の命を奪った事故の瞬間を生配信していたことなんです。非道と断じられた少女。事故が起こる当日の7月21日、オブドゥリアは妹のジャクリーンを連れ、地元ストックトンから200キロ離れたフレズノの町へ来ていました。目的は妹ジャクリーンが SNS を通じて親しくなった友人マヌエラを迎えに行くため、この翌日、ジャクリーンは誕生日を控えていたため、親友のマヌエラも誘ってパーティーをするつもりだったんです。行けなかったのは、オブドゥリアがフレズノで酒場へ寄り、他の客に誘われてつい飲みすぎてしまったこと。そして実はオブドゥリアは事故を起こす少し前にもお酒を飲んだことが間違いだったと気づくタイミングがあったはずなんです。ストックトンへ帰る道中、インスタに車内の様子を映した動画を投稿したオブドゥリア。その動画には彼女が他の車に衝突しそうになる瞬間が映っていたんです。陽気なラップが流れる車内で、助手席の妹ジャクリーンは必死の形相でこう叫んでいました。お姉ちゃん、殺す気なの？この時、オブドゥリアはかろうじて目の前を横切ったミニバンをかわしました。まさかこの少し後に妹ジャクリーンの言葉が現実になろうとは、オブドゥリアも予想だにしていなかったでしょう。そしてその時はついに訪れてしまうんです。事故が起こったのは運転中のオブドゥリアがインスタの配信を開始した直後のこと。音楽に合わせて気持ちよく歌っていた彼女はその瞬間ハンドルから手を離し、車はコントロールを失いました。そして事故の直後、血まみれの妹の隣でオブドゥリアが語った内容は次の通り。ジャクリーン、本当に愛してる。起きて欲しくなかったことが起きてしまった。私は妹を殺してしまった。きっと刑務所に入ることになるだろうけど、そんなことはどうでもいい。ごめんね。もう二度とこんなことしないからね。オブドゥリアは配信上で涙ながらに妹への思いを語りました。しかし配信を見た人々には決して彼女が悲しんでいるようには見えなかったんです。頭蓋骨がむき出しになった妹の傷口にカメラを向け、無残に傷ついたその姿を見せつけるようにしながら状況を説明するオブドゥリア。彼女のその姿は悲劇のヒロインを演じながら妹の死を見せ物にしているようにしか見えませんでした。翌日、配信の様子を録画していたユーザーがその動画とともにオブドゥリアを非難する投稿を Facebook 上で行います。こういうことが起こりうるということをみんなに知ってもらう必要があります。亡くなったのは彼女の妹ですよ。あまりにも無神経で言葉を失います。その投稿は Facebook の運営によって削除されるまでに70万回再生され、オブドゥリアに多数の怒りの声が寄せられていたんです。まず酒気帯び運転をしてて、その上で配信始めること自体めちゃくちゃ問題じゃない？やっぱりそう考えるとさ、遺体を映したりっていうのはもうバズりたい気持ちがあったんじゃないとしか思えなくない？普通はね、そう思うんですけど、本当に改めてね、このオブドゥリアには目立ちたいとかバズりたいっていう気持ちは一切なかったんです。皆さんもね、本当にここからなんでなのかってよく考えてね、予想しながらね、見ていただければと思うんですけど、そもそも彼女の両親とか一緒に車に乗っていた友人っていうのは、それは違うよっていうことをね、よく分かっていたんです。全て事故だった。
世間から非難が続々と寄せられる中、オブドゥリアの両親は彼女を擁護しました。ジャクリーンを亡くしたことは非常に悲しいです。でもあれは事故だったんです。オブドゥリアにできることは何もありませんでした。また当日一緒に車に乗っていて足に怪我を負った友人マヌエラも決してオブドゥリアを責めませんでした。そうやって世間とは裏腹な反応を見せたオブドゥリアの周囲の人々。その理由は彼女が妹の遺体を見せる配信をした本当の理由を彼ら全員が分かっていたから。オブドゥリアが配信に妹の遺体を載せたのは、そうしないと妹の葬儀が挙げられなかったからなんです。スペインからの移民で4人兄弟を抱えるオブドゥリアの家庭は決して裕福ではなく、急に娘1人を亡くしたとして葬儀を挙げられるだけの貯金はありませんでした。一方で実はオブドゥリアはインスタ、フェイスブックを合わせて7400人のフォロワーを抱えるインフルエンサー。妹の葬儀費用を用意するためには配信でフォロワーに呼びかけるしかないと彼女は考えたんです。そしてオブドゥリア自身は非難を浴びたものの、妹のジャクリーンには多くの同情が寄せられ、家族には$12,000、日本円にして180万円の寄付が。オブドゥリアの思惑通り配信を見た人々のサポートで妹ジャクリーンは無事に葬儀を挙げることができたんです。なるほどね。まあそういう事情があったのね。でもそれだとしても酒気帯び運転はもう擁護できないわよ。この酒気帯び運転に関してもオブドゥリアの両親は全部彼女の責任ではないんだよって思ってるんですよ。これ配信に妹の遺体を載せたことが彼女の葬儀費用の寄付を募るためだとすれば、オブドゥリアのその行動を責めなかった両親の気持ちも理解できます。一方、両親は彼女の酒気帯び運転についても事故だったと言及。それは両親がオブドゥリアの幼少期に少なからず後ろめたい思いを抱えているからでした。実はオブドゥリアはまだ13歳の頃に人身売買の被害に遭い、薬漬けにされる日々を送っていたんです。幼くして誘拐されてしまったオブドゥリアは犯罪者と過ごす日々でドラッグとアルコールを浴びるように与えられ、完全に中毒状態に。2年間の治療を経て依存症は克服したはずでしたが、事故を起こした日ついお酒を飲んでしまったのはその悲しい過去が無関係ではないように思えたんです。事故を起こした際の振る舞いが極めて悪質と捉えられたオブドゥリアは当初懲役13年の判決が予定されていました。しかし2018年2月、諸々の事情が考慮された結果、彼女に下された判決は懲役6年4ヶ月。その判決に感謝したオブドゥリアは出所後、運転中に SNS にアクセスすることの危険性を啓蒙する活動に従事することを約束しました。人身売買の被害者でさ、アルコールと薬物の中毒にされてたなんて、そんな過去思いもしなかったわよ。だから両親はね、お酒の誘惑に負けたことを責めなかったのね。そういう事情があるっていうのもわかるんですけど、ただお酒を飲んだことでね、危険性があるよっていうのが分かってんだったら、車に乗らないっていう選択もね、ちゃんと考えてほしかったですよまあそうね。ね。そして刑に服すことになったオブドゥリアですが、この話にはまだ続きがあるんです。少女の向かう先。2018年2月に懲役刑を下されたオブドゥリアはその後一刻も早い社会復帰を目指し、刑務所の中で懸命に更生プログラムに取り組みました。彼女の取り組みは刑務所職員も目を見張るもので、減刑につながる単位を毎日のように取得していったオブドゥリアはなんと約1年半後に仮出所となるんです。こうして2019年9月21日、刑務所を後にしたオブドゥリア。彼女は妹の死を無駄にしないという思いのもと、完全に更生したように見えていたのですが、2019年10月17日深夜1時半、オブドゥリアが出所してちょうど1ヶ月を迎えようというその日、彼女はストックトンの街を愛車のビュイックラクロスで走っていた。そんな最中、そこの車ちょっと止まってください。オブドゥリアを呼び止めたのは警察の検問。すると彼女は一気にスピードを上げ検問を突っ切ってしまった。待ちなさい。警察は慌ててパトカーに乗り込むとオブドゥリアの後を追う。そしてそれは週間高速道路5号線の入り口に向かい、彼女の車が勢いよく進んでいったその時、オブドゥリアの愛車は高速の入り口付近でガードレールに突っ込み、煙を上げて停車した。オブドゥリアが警察の検問から逃げようとした理由は、彼女が免許停止状態だったため、ようやく出所したにもかかわらず、わずか1ヶ月でまた罪に問われてしまう状況に恐怖を覚えた彼女は、つい逃走を図ろうとしてしまったんです。さらにその後、警察が捜査を進めると、オブドゥリアの愛車の中からは、45口径の拳銃と違法薬物が発見されました。オブドゥリアが事故を起こした直後、彼女の車からは助手席に乗っていた男が1人逃走しており、拳銃や違法薬物はその男の持ち物だった可能性も指摘されています。とはいえ、オブドゥリアが重大な交通違反をし、車内に武器を不法所持していたことは紛れもない事実。彼女は銃器所持、警察からの逃亡、交通違反、仮釈放違反など諸々の罪で再度起訴されることに。やばすぎて絶句しちゃうレベルなんだけど、正直妹に対してさ、危険運転の啓蒙活動をするって誓ったのは何だったの？妹を失った
たあの日ね、お酒に流されてしまったことからもわかるように、うんそもそもこのオブドゥリアっていうのは人に流されやすい性格なのかもしれないですよね、俺。オブドゥリアの再逮捕をめぐり、彼女の父親はメディアのインタビューに次のようにコメントしました。娘は出所後、新しく仕事を始めたのですが、そこで悪い人間に影響されてしまったようです。彼女が逮捕されてすごく動揺していますが、娘を助けたい気持ちは変わりません。オブドゥリアを悪の道へ引き込んだであろう男の詳しい情報は公開されていません。その後、彼女は2022年に再度出所していますが、2023年にはまたしても武器の不法所持で逮捕されているんです。過酷な幼少期から依存症に悩まされ、悲惨な事故で妹を失った挙句、今も悪の道に流されてしまっているオブドゥリア。もしあなたが彼女のように悪い癖を断ち切れずにいるとしたら、どうすればその状態を抜け出せると思いますか？この映像は1985年に大阪府大阪市で発生した殺人事件の一幕を捉えたものです。おい、警察呼べ、はよ。俺は犯人や。おい、日本の人じゃなくて、はよい。1985年6月18日、大阪府大阪市北区天神橋。とあるマンションに詰めかけた数十人の報道陣。彼らの目的は先物取引業で注目を集めていたトヨタ商事株式会社の会長長野和夫でした。多額の詐欺被害を訴えられた長野はこの日逮捕予定。そんなさなか、明らかに報道陣とは雰囲気が異なる2人の男がそのマンションへ現れたんです。ちょっと中へ入れてくれ。驚く報道陣をよそに窓を割ってその部屋へ突入した2人。彼らはわずかこの90秒後、長野を殺して出てきたんです。生放送の最中殺害されてしまった一人の男。犯人はなぜ白昼堂々の犯行に及んだのか。その男が行った詐欺は人々の心の隙間につけ込んだ最悪の手口だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。